ご近所のしがらみみたいはい。な、田舎あるある、はい。っていうのはやっぱつきものじゃん。うん。こんにちは。はい、佐藤ファミリーです。はい、今回はですね、沖縄移住を成功させる、はい、 3つの秘訣みたいなところをお話ししようと思います。我々もですね、次の4月で移住して何年目ですか？もう2年経つんだよ。丸2年になります。早い、2年だよ。という間でしたね。おてんが次4月で5歳になるんですけど、はい、2歳の時だよね。まだ3歳になる前に来たんだよね。はい。でこっち来て3歳おめでとうだったから、2年ってやっぱおてんの成長が一番なんか大きいなって思う。うん、いや本当それですよ。結構ねコメントでも「おてんくん成長しましたね」とか、やっぱね喋るようになったねとか、すごい皆さんから見守っててくれるようなコメントをねいただけてて、だから我々が YouTube を始めたきっかけでもある、おてんの成長をね、やっぱ常日頃見てるんで、大きくなったかとかなんかもう全然わかんないよね。普通にもう常にいるので、ただやっぱりこっち来た当初の YouTube とかちらっと見てみると、やっぱまだ赤ちゃんだったなみたいなね。だよね。で話はちょっとそれてしまった、思い出話に浸ってしまったんですけども、はい、まあ区切りよくじゃないですけど、2年目ということで、私たちがね2年経って思う成功させる秘訣みたいなところで、なんか成功させる秘訣ってなんか私たちが成功したみたいに言ってるけど、別にそんなことじゃなくて、これさえ、頭に入れておけば、楽しくね、平和に過ごせられますよという、はい、私たちながらのアドバイスを、はい、させていただけたらなと思います。はい、早速いきましょう。はい、1つ目、はい、1つ目は地元の人、物、文化を大切にするということですかね。はい、やっぱこう外部の人にはさ、なんか厳しいみたいな、ネットでの情報とかいろいろあると思うんだけど、でも実際来てみて2年間住んで、なんかそんなこと本当になくて、ね、多分何回か私たちの動画でも言ってる通り、本当にみんな優しいです。もしかしたらそういう人もいなくはないとはね、思うんだけど、全くいないではないと思います。だけど例えば道ジュネとかさ、時期になるとどんどんこう騒がしくなるみたいな感じで、文句を言うみたいな移住者がいるみたいに言ってますけど、なんか別にそういうことしなければたかれることとかないというか、やっぱり何かやられたっていうことはやっぱこっちに多少なりとも原因はあると思います。だからそれをなくすためにやっぱりこの文化とか人や物を大切にするっていうことをしていれば、もう全然本当に受け入れてくれます。なんか結構ね、沖縄の人見知りとかね、なんか結構ドライとかって聞いたんですけど、もう全然そんなことないですね。ない本当もう気温のように気候のように暖かいです。本当に。そう本当に。もうこういう移住者とかいっぱいいるんで慣れてると思うよね。野菜とかね、フルーツとかお裾分けしてくださったりとか、優しさみたいなのは普通に感じます。本題ではあるんですけども、地元のね人とか物、文化とかね、それこそシーミーだけお墓の前でご飯を食べるみたいな、そういうのもそうなんだと思って、批判みたいなことをしないってことですね。はい。この前も少しね、アスマ夫婦さんたちとビーチチル会をして、本当にもう超地元、沖縄生まれ、沖縄育ちの方も来てくださって、やっぱ話聞くとすごい興味深いよね。いろいろ勉強になるっていうか、そういうのがあったんだみたいな、アラハビーチあたりお前は基地だったとかね、もうそういうやっぱ文化とかをね、聞けるのも結構楽しいので、人文化を大切にして溶け込むっていうところですね。2つ目、楽しむということですね。そうなんだけど、ある程度の下調べをしっかりしてきて、時には流れに身を任せるということもね、そうです、大切だというところですね。これもまさしく私たちがそうなんですけど、沖縄移住する前の準備期間は2年間あったんですよ。2年間もうみっちり準備してたわけじゃないですよ。普通に生活しながらもちょこちょこ調べたり問い合わせたりしていた時期が2年間あったんですけど、なんかやっぱそれぐらいね、やっぱ下調べをしっかりしてきたので、ある程度はもうやっぱデメリットメリットとかいろいろ見たし、ネットでも情報を収集した上で来ています。ゆるーくやっぱやって、自分たちがどんな環境で過ごしたいかみたいなのを
調べながら、なので、どれぐらい田舎かとか、どれぐらい商業施設とかがあるかみたいなところとかもしっかりそこを調べた上で、じゃあ地元だと、今いるところだとどれぐらいなんだろうな、それってみたいな、人口が一番手っ取り早いのかなとね、思うけど、そんな感じでやっぱこう田舎にね、なんかこう行けば行くほどお店がなかったり、やっぱ病院がね、病院までが遠かったり、ご近所のしがらみみたいな、田舎あるあるっていうのはやっぱつきものじゃん。どの程度のね田舎都会がいいかみたいなところは事前に調べておくっていうのがいいのかなと思います。ある程度っていうのはですね、やっぱりこっちに来てみて分かることもいっぱいあります。なので、そこはもう柔軟に対応していく準備というのも大事かなと思っております。なんだろう、こっちにしかないお店もあるし、こっちにしかない、それこそ銀行もねあるし、だからこっちで就職したらこっちの沖銀、龍銀、その銀行やっぱ作らなきゃいけないとか、その辺も下調べってなんかそこまでできなかったじゃん。でもそうなんだみたいな感じで、もう自然と身を任せるじゃないけどね。一番にも共通しますね。僕なんか沖縄来たからにはなんか沖縄の銀行を作りたいなぐらいで、作ったらやっぱもうその銀行でみたいなやっぱ指定もあったりするので、それはもう作ってよかったな。これが一番なんか大事な気がする。3つ目です。予想外のことは必ず起きるということですかね。起きます。これはもう別に移住しなくてもだと思いますけどね。そうだから言っちゃえばきりないんですよね。調べても調べても。私たちの例でいくと、最初に住んだアパートのもう結構な近くの距離に牛舎があるとか、であるまでは分かってても、なんかこう匂いがここまですると思わなかった、どこまでの匂いかとかね、やっぱ来てみないと分かんないとこあったんでね、本当にもうまだ開けれないぐらい臭いんだなみたいなのって、やっぱ来てみなきゃ分かんなかったし、開けましたけどね。開けてたけどね、そういうところとかね、中古車を私たち買ったんですけど、中古車を買った上でのリスク、なんか内地で中古車を買うのとまた違うんですよ、こっちでね。そのリスクっていうのが塩害、なんか内地の方で買って持ってきた方が良かったのかなとか、中古車のリスク、しかも沖縄特有のみたいなのがあるっていうことも、こっちに来て知ったというか起きちゃったことじゃん。もうすでにパンクは関係ないから、パンクしたり、なんかエンジントラブルみたいな、ブレーキかな、あったりで、なんだかんだ 3,4 回修理出してるので、この2年間でかな。って思うと、中古車でじゃなくてもよかったかなとか、いろいろね考えるところは出てくるんですけど、これも仕方ないなみたいなところですね。私の場合、暑さのなんか感覚みたいな、暑いは聞いてたし、沖縄にね旅行でね来たこともあったから、暑いのもちろん分かってたけど、住んでみた時の暑さっていうのかな、毎日その状態だから、旅行に来た時はさ、そのたったね2泊3日ぐらいが暑いで、もうそれで終わりなんだけど、住むとそれが1ヶ月2ヶ月3ヶ月とか毎日じゃん、ハンガー類も傷むし、なんか変な匂いするし、壊れますよね。いつもがブドンって落ちてたり、これも日光の強さ影響かなとは思うんですけど、なんか T シャツも適当な T シャツしか買ってないっていうのもあるけど、なんかやっぱふにゃふにゃになってるとか、色あせるの早いし、熱中症っぽくなったし、それも割と気をつけてはいたけどなったから、ということで、予想外のことは必ず起こるっていうところですね。以上の3点になりますかね。この3つさえ守ってれば絶対うまくいくよっていうわけではないと思うよ。でもこの2年間、こう住んでみて、割と大事だなって思う部分の話かな、を今回させていただきました。から私たちも4月から3年目にね、ついになるんですけども、2年経ってね、3年目、我々の変化もありますかね。髪染めたぐらいいや、それはさ、下調べに関してはね、我々の動画見て、いただいても構わないですし、もう全然コメントでどうですかみたいなのも聞いていただいて構いませんので、ぜひどしどしご応募ください。今回の動画は以上となります。それではまた今度。